きな隕石一つではなく、大量の小さな隕石を降らせてみたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは高速飛行機に乗り込んで、海の上にあるなるだけ高い空中遺跡に行きましょう。海の底との高低差を使って、なるだけ高い位置から落とすためですね。空中遺跡に着いたら、その真下の海に飛び込みます。だいたいこの辺りが空中遺跡の真下のはずです。そこから水中を歩きやすいように、頭の上に移動したホルスターに重りをつけて、少し離れたところに行きましょう。ここでコレクション機能を使って、大きなタングステンの塊を召喚して固定したら、そこから元の場所までプラスチックの棒を伸ばしていきます。プラスチックなら水と比重が同じなので、召喚した場所で止まって扱いやすいです。よし、これで棒は付け終わったので、その先にベアリングを付けましょう。ここでオブジェクト描画距離を小にすると、棒に接続していたベアリングの軸が消えました。外輪の方は残っているので、こちらを持って空中遺跡に行きます。水中でもロケットは使えるので、結構便利ですね。よし、空中遺跡に到着しました。ここで持ってきたガーリンを空中遺跡の端に固定しておきます。固定したガーリンに最小サイズのリンゴとタングステン、長い枯れ草の棒をつけました。これが隕石を落とすための装置になります。こちらに隕石固定用の草の棒をくっつけましょう。隕石固定用の棒はすぐに燃え尽きてほしいので、一旦燃やして燃え尽きる寸前で設計図に登録しました。その後、焦げて黒くなった棒に取り替えたら、落下させるための隕石を用意します。ダメージを重視して、四角いタングステンの塊にしました。タングステンは重いので、手で持てる限界の15センチ四方で 65.1 キロのタングステンを、先ほど作った焦げた草の棒に、少し間を空けながら、たくさん貼り付けていきます。棒が燃え尽きることで、隕石が落ちるわけですね。全部で42個の隕石を貼り付け終わったので、こちらを複製して横に並べていきます。空中遺跡の面積を埋め尽くすように23セット並べておきました。でもこのままでは着火装置と繋がっていないので、間に小さな石を貼り付けて繋げていきましょう。地味な作業を繰り返して、よし、接続完了です。動作を確認するために、コンデンサでタングステンを温めると、すべての棒に引火して、棒が消滅することで、隕石が落ちてくれました。今は空中遺跡の上ですが、場所をずらせば落下するというわけですね。ここで海底に戻ったら、オブジェクト描画距離を中にして、ベアリングの軸を表示します。そちらに棒をつけて、海底と固定しました。こうすれば、遠くのタングステンと繋がった棒を外すことができます。この状態で設計図に登録して、他の場所で呼び出せば、空中にたくさん並んだ隕石が現れるはずです。ここで一旦自滅して、スタート地点に戻ったら、早速登録したものを呼び出してみましょう。ここで上を確認してみると、よし、空中に大量の隕石が浮かんでくれました。地上のベアリングの軸と上空のガーリンは電気的に繋がっているので、こちらにコンデンサから電気を流せば、上空のタングステンが発熱、草の棒が炎上して、隕石が落ちてくるはずです。よし、勢いよく落ちてきました。動作は OK ですね。今度は上を見ながら落としてみましょう。すごい数の隕石です。42×23 個なので、合計960
個ですね。ここでもっと簡単に発動できるように、方向確認用の矢印の飾りを追加して、ベアリングにつなげたコンデンサを手に持った状態で設計図に登録しましょう。これなら呼び出した瞬間、下がったコンデンサから電気が流れて隕石を落とせるはずです。早速試してみると、あれ？棒が消えました。失敗パターンみたいです。おっと、ここで草の棒に繋がったままの隕石が落ちてきました。繋がった隕石の重量のおかげで、磁力が大幅に上がって、5400万ダメージくらい与えています。これはこれで強いですね。もう一度、ちゃんと地面に接した状態になるように、呼び出しましょう。よし、今度は成功パターンみたいです。しっかり上空でばらけたたくさんの隕石が、ちゃんと落ちてくれました。プチメテオ完成ですね。隕石一発で5万ダメージほど与えられるので、周りにいる大量の敵を破壊できそうです。地面にバウンドした隕石も結構活躍してますね。もっと近くで見ると、大量の隕石が木をボコボコにしているのがよくわかります。数が多すぎて距離が重くなるのが欠点ですね。次は古代の要塞を狙ってみるとどうでしょうか。コーナー部分に隕石が落ちて大量の壁を破壊できました。ついでにレーザー砲台も壊しています。ではいつものように巨大な木から狙っていきましょう。いけー。3本破壊できましたが、どうせなら4本破壊したいので、発動場所を変えて、もう一度試すと、よし、4本すべて破壊できました。勢いで2回召喚していたので、2回目のプチメテオも当たって、木の葉っぱがバラバラになりました。地面にあった大鉄鋼とぶつかって火花が飛んだのか炎上もしてますね。なかなか大迫力です。続いてドラゴン工場の壁と風力発電機を同時に破壊してみます。風力発電機の柱に当たりません。何度か試していると、よし、今度はバッチリ命中して破壊してくれました。施設を破壊する兵器としてもかなり強いです。それでは今度はこちらのザコキャラの大群を狙ってプチメテオを落としてみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。おっと、棒が繋がった失敗パターンです。これはこれでなかなか迫力があっていいですね。なるべく多く倒せるように何度か落としましたが、範囲が足りず、全員倒すことはできませんでした。それでも粉々になっているので、よしとしましょう。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。プチメテオを呼び出した後は、上を向いて隕石を追いましょう。大量の隕石が降ってきてぶつかるのは、迫力があっていい感じです。でも、タングステン製のため、イエロースライムに効かないことは分かっているので、代わりに巨大なレッドスライムを用意しましょう。地面に固定したスライムの上に、設計図機能で草を呼び出すことで、簡単に大きく育てることができます。耐久力が10万を超えて、その重量も119トンを超えた超巨大スライムになりました。早速こちらをプチメテオで狙ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。設計図機能で召喚して少し待つと、やったー。46,174ダメージ。巨大スライムを倒しました。ダメージが足りていないように見えますが、一瞬で同じダメージを2回与えたようです。二重の極みですね。地面に落ちた隕石も、スライムが踏んでダメージを受ける罠として機能しています。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。
燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、プチメテオさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただ